もしあなたが犯罪被害を訴えた時誰にも信じてもらえなかったら、2005年某日、韓国ソウル特別市警察署では泊まり込みでドラマのエキストラのバイトをしていた女性ヤン・ソラさんへの事情聴取が行われていました。彼女は撮影スタッフから何度も性被害に遭ったと言いますが、男性側は合意の上だったと話しています。嫌ならなぜすぐに通報しなかったんですか？警察に責められているのは被害者であるはずのソラさんの方。彼女はすぐに通報しなかった理由について、家族に危害を加えると脅されていたと話しますが、警官は事情を汲もうとはしません。そして当時の状況を再現していただけますか？警官はそう言うと色鉛筆と定規を差し出しました。被害者のソラさんに加害者の正規の絵を描かせるために。性被害を訴えた女性に対し、犯行時の様子を絵で表現しろと命じた警察。警察にすら貶められた彼女はどのような結末を迎えるのか。被害者であるはずのその女性がないがしろにされたあまりにも浅はかな理由とは。おそすけんちゃんです。みやみこです。というわけで、ヤミコさん、僕最近ね、アルゴで言うの久しぶりなんですけど、ポークビンダルちょっとまた作りたいなと思って。すんげえ昔にね、アルゴメントリーでね、ポークビンダル作りますって作って、バルサミコスかわかんないけど、豚肉をね、3日間寝かせないといけないと。ただ僕はね、本当に待てないんで、翌日ぐらいもう作っちゃうんですけど、そうすると肉が柔らかくなんない。待てばいいだけじゃん。待てない。すげえわがままなお願いなんですけど、なんか肉寝かせなくても作れるポークビンダルのレシピか、肉寝かせるけど、ほんとこれ最高のレシピよみたいなね。そういうのがあれば、ぜひね、皆さん、教えてください。今回は韓国で起きた非常に胸クソな事件をご紹介します。ドラマのね、エキストラのバイトをしていた女性が、撮影スタッフ12人から性的暴行を受けたというね、本当に胸クソ悪い事件。なんで？立場が弱いところにつけ込まれたみたいな話？これかなり卑劣な脅迫をしていたみたいなんです。さらにね、この事件をより悲惨なものにしたのは、警察の対応だったのです。性被害の証拠を集め、警察署へ向かった被害者。しかし、警察はまともに取り合う気はなかったのです。煙たがられた被害者。2005年某日、韓国ソウル特別市警察署では一人の若い女性と付き添いの母親に対する事情聴取が行われていました。女性の名はヤン・ソラさん、そして母親はチャン・ヨンノクさん。3ヶ月間泊まり込みでドラマのエキストラのバイトをしていたソラさんは、その現場で受けたスタッフからの性被害について告訴していました。この日はその性被害について証拠を提出しに来たのです。精神的ショックを受けている娘ソラさんに代わり、日記やテープの録音、精神科の治療記録などあらゆる証拠を集めていた母ヨンノクさん。加害者が言い逃れを続ける中、彼女は少しでも捜査が前に進むことを望んでいました。しかし担当した警官から返ってきた言葉は無情と言わざるを得ません。こんなに証拠を集めても事件にはなりませんよ。警官はヨンノクさんが集めた証拠に目を通そうともせず、ただそう言い放ったのです。警察としてあるまじき発言に思えますが、これまでの経緯を踏まえれば不思議ではありません。そもそも警察ではなく家族が証拠集めをしなければならなかったのは、警察が捜査に消極的だったため、事件にまともに取り合う気がない警察に対し、母ヨンノクさんは何度も担当の交代を頼んでいました。しかし交代でやってくる警官にしても、一つ覚えのように成人同士で起きたことだから事件にはならない、告訴を取り下げろと繰り返すだけ。挙句の果てには被害者ソラさんの指に手肉をつけ、告訴取り下げの書類に無理やり母印を押させようとするようなことも。無理やり母印を押させて告訴を取り下げようとするとかありえないでしょ。加害者から賄賂でももらってんの？警察が捜査に乗り気じゃなかったことには、性犯罪の立証の難しさが関係してるんです。警察がそこまで消極的だったのは、加害者が行為は合意の上だったと主張しているため。事件から告訴までは数ヶ月が経っていたため、物的証拠がほぼ残っておらず、加害者側にそう言われてしまえば犯行の立証は困難に思えたのです。また当時、性犯罪は被害者側の告訴がなければ起訴できない申告罪とされていました。要するに被害者が告訴を取り下げれば、警察はこの事件の捜査を合法的に終了できるということ。警察の態度は、立証が困難で手間がかかるこの事件の捜査をとにかく早く終わらせたいと考えてのものに見えたのです。しかしこの事件は断じて加害者を罰することなく済ませていいような事件ではありません。加害者はソラさんに対し、たとえ罰を受けたとしても絶対に許されないほどの悪質極まりない犯行に及んでいるのです。性
犯罪は立証が難しいから早く捜査打ち切りたいってさ、そんな警察の勝手な事情を持ち出されて被害者はたまったもんじゃないわよ。市民を守るのがね、警察の本来の役割なのに、それをなんか完全に忘れてますよね。気になるのは、ソラさんが撮影現場でね、どんな仕打ちを受けたのかっていうことなんです。3ヶ月のバイトを終えた時の彼女の様子が、その悲惨さを物語っていたんです。悪夢の3ヶ月。事件が起きる少し前の2004年7月、大学院の論文の準備を進めていたソラさんは4歳年下の妹ソジョンさんからこんな誘いを受けました。お姉ちゃん、夏休みの気分転換にドラマのエキストラのバイトしてみない？ソラさんとソジョンさんは正反対の性格の姉妹でした。ソラさんは幼少期から真面目で知られ、友人がメイクやファッションに夢中になる中でもひたすら勉強に没頭していたような女性。授業にも一度も遅刻したことがなく、学校は皆勤賞で卒業していました。一方で妹のソジョンさんはじっと座っているのが苦手なタイプで、家の中で踊り回っては姉の宿題を踏んづけてしまうような活発な女性。有名アイドルのバックダンサーをしていた彼女は業界につてがあったこともあり、姉のソラさんをドラマ撮影のバイトに誘ったのです。そしてソラさんは妹の誘いに応じることにしました。気晴らしになりそうだし、お金も稼げるならいいじゃない。ソラさんはそう考え、妹のソジョンさんと共に軽い気持ちで撮影地のキョンサンナムとハドン郡まで向かいます。ただ現場の想像以上の猛暑と過酷さに、妹のソジョンさんは初日で音を上げてしまいました。お姉ちゃん、私もう無理。やっぱり帰らない？そう、ソジョンは帰っていいわよ。私は最後まで頑張ってみようかな。せっかくここまで来たんだし。そう言ってソラさんが一人で現場に残ったことが悲劇の始まりだったのです。2004年9月、ソラさんは3ヶ月間のエキストラのバイトを終えて自宅へ戻りますが、彼女の振る舞いに家族は困惑していました。木を削っているかのような音を聞きつけた家族が駆けつけると、そこには包丁を手にしたソラさんが、彼女はお盆に包丁を突き立て何度も何度もこう刻みつけていました。死ね。いや、なんか急に悪霊に取り憑かれたみたいな行動をとってんじゃない？ほんとそうなんです。この他の行動に関しても、バイトから帰った後のソラさんは到底正気とは思えなかったんです。他にもソラさんは全裸で家の中を歩き回ったり、家中の家具をひっくり返したり、妹に鼻を噛みちぎると言って襲いかかったり、精神に異常をきたしているとしか思えない行動を繰り返しました。彼女は天井の穴や壁の隙間をティッシュで塞ぎ、盗撮されていると怯え、電話が鳴ると撮影に行かなくちゃとわめき散らしました。パニックになって家を飛び出し、数日帰らないようなことも。そして家族が精神科へ連れて行くと、ソラさんは急性ストレス障害および重度の PTSD と診断されました。また錯乱状態にあった彼女は、自分の体に起きている重大な異変に気づいていませんでした。その異変とは、ソラさんの下半身から海が溢れ出していること。3ヶ月のバイト期間を経て、彼女は性感染症を患ってしまっていたのです。一体そのバイト期間でソラさんの身に何があったというのでしょうか。時は遡り、エキストラのバイトを始めてまだ間もない頃、その日の撮影を終えたソラさんは撮影班の班長から食事をしようと呼び出しを受けました。お疲れ様、せっかくだしお酒飲みなよ。何気なくお酒を勧めてくる班長に、ソラさんは何の気なしにビールの入ったグラスを傾けますが、何これ。まだ一杯も飲み終わらないうちにぼやけ始めたソラさんの視界。彼女はそのまま意識を失ってしまいます。おそらくそのお酒には睡眠薬が混ぜられていました。そして抵抗もできないうちに、ソラさんは班長から性的暴行を受けるのです。そこからの日々はもはや地獄そのものでした。ソラさんは班長やキャスティング担当をはじめ、スタッフ12名から40回以上も性的暴行を受けるのです。ホテルに無理やり連れて行かれることもあれば、撮影の合間にロケバスの車内で行為を強要されることも。現場では女性アルバイトへの性的嫌がらせが常態化しており、班長が気に入った女性を見つけてはスタッフ間で食い物にしていたのです。特にソラさんへの仕打ちは度を超えており、携帯を奪って3日間監禁されるようなことさえあったといいます。ライターの火で肌を炙る、顔にタバコを押し付ける、包丁を突きつけるなどの暴力行為も日常的に行われていました。そこまでされてもソラさんが3ヶ月間逃げ出さず通報もしなかったのは、裸の写真を撮影されバラされたくなければ言うことを聞けと脅されていたため、また彼女は妹を売り飛ばす、家族を皆殺しにするなどとも脅迫されており、完全に抵抗できない状態に追い込まれていたといいます。一バイトの身にもかかわらず、班長らから言われるままにブランド物の靴や時計を買い与え、現金を渡すこともありました。ソラさんが3ヶ月を過ごしたその場所は、もはやまともな精神状態でいられる方が不思議なくらいの環境だったのです。こ
んな奴ら絶対許しちゃダメでしょ。ソラさんの状態見たら明らかに異常だってさ、警察はわかるわけでしょ。なんで性犯罪の立証が難しいとか言ってるわけ？ここまでね、深刻な性被害を受けてるわけですから、さすがに違和感がありますよね。警察がまともに捜査しなかった理由に関しては、立証の難しさ以外にもあったんじゃないかと言われてるんです。取り調べの場では、彼らによる二次加害と呼べる行為が行われていたんです。地獄の取調べ室。ソラさんが自宅へ戻ってから3ヶ月後の2004年12月、彼女は母ヨンノクさんと警察へ向かい告訴状を提出。しかし数ヶ月前に起きた性的暴行という立証困難な事件を前に、警察はまともに捜査を進める気がないように思えました。そしてまともに捜査をする気がなかったのは、単に立証が難しいことだけが理由ではありません。当時の韓国には性犯罪の被害者に対し自分から誘ったのではないか、嫌なら拒否できるはずと見下すような風潮があり、それも関係していたというのです。その証拠に夜間の事情聴取では、警官が先に酔った状態で取り調べ室へ入り、ソラさんにこんな言葉を投げかけることがあったといいます。この女か？12人と寝たのは。こんなの警察が被害者にかける言葉じゃないじゃない。なんでさ、こんなに被害者のことを見下してるわけ、警察は。レイプ神話といって、当時の韓国ではレイプ被害者に対する偏見が強かったんです。というわけで本日のメトラキーはレイプ神話について。レイプ神話とは、性犯罪に関して人々に無意識に刷り込まれている思い込みのこと。本当に嫌なら断れたはず、相手を誘ったのではないか、女性は感情的になりやすく誇張して話をする面がある、加害者は精神異常者で普通の人はそんなことはしないなど、特に当時の韓国には男性優位の家父長制や女性の低層を重く見る価値観があり、性被害は女性側にも落ち度があると見られやすかったといいます。警察は脅迫により抵抗が困難だったというソラさんの主張を汲み取らず、なぜ通報しなかったのか、なぜ加害者にプレゼントを買ったのかなどと的外れな追及を繰り返しました。被害者の主張がないがしろにされたのは、レイプ神話が根強かった当時の韓国の風潮に流された面があったと考えられます。警察は確実に性被害の被害者になったソラさんを偏見の目で見ていたんです。あろうことか加害者と一緒になって彼女を貶める場面もあったんです。その日取り調べ室には犯罪捜査の場に全く似つかわしくない下品な笑い声が響いていた。その場に居合わせたのは、ソラさんに性的暴行を働いたイ・テクス、ヤン・テグム、キム・ソンモなどの撮影スタッフ数名。驚かされるのは、ソラさんがその男たちへのトラウマを抱えているにもかかわらず、警察が彼女を仕切りも設けずにその部屋に同席させていること。男たちは行為中の卑猥な音を再現するなど、犯行時の状況を面白おかしく描写する。警察さえもその状況を笑いながら見ていた。母ヨンノクさんはソラさんの前に立ち、男たちの顔が目に入らないよう必死に彼女の視界を塞いでいた。その時、もう嫌！耐えきれず声を上げたソラさんはその部屋を飛び出し、警察署の外へ走っていく。そして道路に飛び出した彼女は、涙を流しながら車の前へ飛び出したソラさんは、車の急ブレーキによって一命を取り留めました。このように取り調べ室の中では、被害者が死にたくなってもおかしくない会話が繰り広げられていたのです。他にも警官から加害者の性器を詳しく書けと定規と色鉛筆を渡され、ソラさんは泣きながらそれを書き上げたことも。それらの異様な取り調べに限界を迎えた彼女は、とうとう告訴を取り下げるのです。これ以上この件に関わりたくない。真実を明らかにすることがこれほど困難だとは思わなかった。当時の出来事を思い出すこと自体が耐えられない。告訴取り下げの陳述書にはそう書き記されていました。こうして加害者12人は全員が不起訴に。さらに警察はソラさんの家族が提出した証拠を破棄したり紛失したりしていたため、その後の再捜査も困難になったとされています。この取り調べに耐えられるような人はいないと思うわよ。もう警察がふざけてるとしか思えないわよ。被害者がどれだけ傷ついてるかに配慮してないどころか、もう警察が傷つけてるまでありますよ。泣き寝入りをね、余儀なくされたソラさんは、この後一体どのように生きていくんでしょうか。この世界への恨み。告訴を取り下げた後、ソラさんは必死に普通の生活を取り戻そうとしました。手芸工芸の資格を取得し、次は公認会計士の資格を目標に、ファーストフード店でバイトをしながら3年間、将来を模索する日々を送っていたのです。そして迎えた2009年8月28日、ソラさんはその日、母ヨンノクさんと親子で外食をしました。その時、ほとんど食事に手をつけていなかったソラさんはヨンノクさんに向かって意味深な発言をしたのです。お母さんはよく食べてね。でもお酒は飲みすぎないでね。
さらにその後母ヨンノクさんに新しいサンダルを買ってもらったソラさんはこう口にしたと言います。もし私がこれを履かなかったらお母さんが履く？後から思えばそれらの発言は彼女からの密かなサインでした。その日の夜8時18分、彼女は自宅マンションの18階から飛び降りたのです。8月28日の夜8時18分、マンションの18階。18の数字は韓国のスラングでくたばれのような罵倒を意味します。ソラさんは自分を傷つけたこの世界への恨みを示しながら34年の短い生涯を閉じたのです。自分ばかりさ、ひどい目に遭わされて、警察からも二次加害って言えるぐらいのことを受けてさ、それはもう社会を恨みたくもなるわよ、これは。本来なら加害者も当時担当した警官も罰せられて叱るべきだと思います。しかもこの事件で絶望したのはソラさんだけではなかったんです。ソラさんが亡くなって一番追い詰められていたのは妹のソジョンさんでした。彼女はソラさんをエキストラのバイトに誘ったことに責任を感じ、食事も喉を通らなくなったと言います。ソジョンさんは目に見えて痩せ細っていきました。そしてソラさんが亡くなってから6日後の2009年9月3日、妹のソジョンさんもまた同じように自ら命を絶ったのです。ソジョンさんの遺書にはこう記されていました。必ず復讐してお母さんならできる。また持病の脳出血を抱えていた2人の父親もこの出来事以来容体を悪化させ2ヶ月後に亡くなったといいます。こうして事件をきっかけに家族全員を失ってしまった母ヨンノクさんは2014年に加害者12名に対して訴訟を提起。しかし時効を過ぎていたことからヨンノクさんはこの裁判に敗訴してしまいます。ただこの時裁判所が性的暴行の事実自体は認められるとの見解を示したことが彼女の救いとなりました。2017年には逆に加害者側がヨンノクさんを名誉毀損で訴える騒動にもなりましたが、結果は無罪。この時は加害者が罪に問われていないことに対し判決文で国家公権力の失敗と言及されました。事件から20年以上を経た2026年1月には特別検察官に再捜査を求める5万件の請願を集め国会常任委員会へ提出。ヨンノクさんは街頭デモや YouTube での活動を通し、放送業界でのうのうと仕事を続けている加害者たちと今も戦い続けているのです。3ヶ月間12人もの男性スタッフから性的暴行を受け告訴するも警察にさえまともに取り合ってもらえなかったソラさん。その背景には性犯罪は被害者側にも落ち度があるとするレイプ神話の心理がありました。しかし被害者の行動はいつも本心からの選択とは限りません。脅されていたから従うしかなかった。家族を守るために黙るしかなかった。恐怖で頭が真っ白になってしまった。私たちは被害者の行動を見た時、その人がなぜそうせざるを得なかったのかまで想像できているでしょうか。おっさっす。皆さんいつもアレゴメトリーを見ていただいてありがとうございます。というわけでね、我々ね、夏にも差し掛かろうというところで、この度ね、ちょっとアレゴメトリーの視聴者さんから、オンラインサロン、秘密結社アレゴメトリー入りたいんだけど、なんかどんな動画があるかね、わからなくてね、お金かかるの不安っていう方もいらっしゃったんで、今回ね、7月末までにね、入会した方限定で、1週間分のね、無料期間を設けさせていただいてね、そこでこう、お試ししていただいて、気に入ったらね、ご継続いただけるっていうね、キャンペーンを用意させていただきました。オンラインサロンもね、もうかなりのね、期間をね、運営してますので、今ね、アレゴメトリーに上がってないね、オンラインサロン限定の動画なんとね、120分を超えました。というわけでね、オンラインサロン限定なんで、ちょっと過激な動画だったりね、YouTube に上げられないようなものばかりなんですけど、そちらもね、興味ある方はね、ぜひこのキャンペーンをね、利用して、秘密結社アレゴメトリーに入会してみていただければと思います。改めてね、7月末まで入会の方限定なので、ちょっとね、迷ってる方とかはね、試しにね、入ってみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、引き続きね、アレゴメトリー、そして秘密結社アレゴメトリーをよろしくお願いします。ニュースを見ていて判決が軽すぎると怒りを覚えたことはありますか。2025年8月4日、中国四川省広州市。深夜、スマホの画面には信じがたい光景が次々と流れていました。政府庁舎の前を埋め尽くす数千人の市民、響き渡る怒号、警察の盾に押し寄せる群衆、庁舎へと流れ込む人々。彼らは皆中国の国歌を歌い続けていました。現場は激しく混乱し、その様子は SNS を通じて瞬く間に拡散されていきます。なぜ数千人もの市民が命がけで暴れ出したのか。発端となったのはある廃墟で撮影された一本の動画でした。それは数人の女子生徒に囲まれ追い詰められる一人の少女の映像です。何度も繰り返される平手打ち、無防備な背中に繰り返し蹴りを入れるシーンも、そこにはっきりと記録されていたのは凄惨な暴力の一部始終。動画の中で少女はなんと
4時間も暴行を受け続けていたのです。大規模デモのきっかけとなった少女のいじめ動画。未成年同士のトラブルがなぜそのような騒ぎにつながったのか。人々の怒りを駆り立てたのは良識と法律の間にあるギャップだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。